はい、今回は20年前に、設計制作したすべての部品を木だけで作った機械式時計について、その構造や動作の仕組みについて解説していきたいと思います。この時計は普段は壁掛けのオブジェとして飾っていたものなんですけれども、20年間ほとんど動かすこともなかったんですけども、今回もう一度動かそうということで、調整メンテナンスをしてなんとか動作してくれました。主に時計の構造とかの説明になるので、学校の授業みたいになりそうですけれども、最後までお付き合いください。さらに、突き詰めると時計とは何かといった持論にも触れてみたいと思っています。よろしくお願いします。まず全体的な構造なんですが、構造的には普通の機械式時計と、同じ感じで、特に特徴的なところはないですけども、全ての部品を木だけで作るというところがこだわりで、当時は木工時計と呼んでいました。時計の、軸棒などをですね、金属にすると、抵抗も少なくて強度的にも作りやすくなるんですけれども、この時計についてはそういうものは一切使ってはおりません。でまた組み立てにボンドなどの接着剤も使用していないので、いつでも組み立て分解が可能です。また分解して調整がしやすい構造に設計もしています。この時計の仕組みは古典的な機械式時計とほぼ同じ構造で、特に珍しいものではありませんが、木だけで構造を作っているので、素材の強度や摩擦抵抗を考慮した歯車の厚みや大きさを調整しております。この時計の部材にはラワン材やヒゴ材、合板や一部竹材を使用しています。塗料はオーリスティンだけで、ニスなどは使用していません。表面をしっかり磨き込んでオイルスティンで仕上げれば、摩擦抵抗も少なく、きれいに仕上がると思います。歯車や軸棒の潤滑剤としてベビーパウダーがおすすめなんです。ベビーパウダーに含まれるタルク成分がサラサラで摩擦抵抗も少なく潤滑剤として利用できます。力のかかる部分にはローを使っても良いんですけれども、使う部位によっては逆に摩擦抵抗になる場合もあるので、部材の性質や機能に合わせて使い分けをする必要があるかと思います。ホビーとしての木工時計は日本では愛好家も少なくて珍しいんですけれども、海外には愛好家の方も多くて、木工時計の一つジャンルとして定着しています。Facebook などにも愛好家が集まるグループがあって、活発に意見交換がされています。木工工作の延長で、からくりオブジェクトの一つとして木工時計は面白いホビージャンルだと思います。日本では珍しい、ホビージャンルですけども、何人かのビルダーさんが制作販売もされています。私が知る限りキットや完成品の販売を行っている方は、数名だと思います。木製歯車、時計などのキーワードでネット検索をするといくつか見つかると思います。この時計のですね、特徴的なところは、木でできていることと、冒頭の動画でご覧いただいたように振り子が非常に長いというところが特徴になっています。まずこの振り子というのが何なのかということなんですけども、ガリレオの、振り子の等時性というものを、学校で習ったことがあるんじゃないかなと思います。例えば紐の先にですね、重りをつけてですね、揺らすとですね、重りの重さとか左右の揺れの大きさに関係なく、紐の長さが一定なら揺れの振幅の間隔が一定であるという現象ですね。このことにガリレオさんが気がついたというわけです。もちろんこの現象につきましては、振り子の素材や構造によって空気抵抗とかさまざまな摩擦が影響しますので、多少の誤差は出ると思いますけれども、おおむね一定の間隔で振り子が動くということです。
振り子式のこの機械時計はこの原理を利用して、時間の計測を行っているということになります。この時計使われている振り子はロイヤルペンデュラムと言われるもので、直訳すると、王様の振り子というふうになるのかと思いますけれども、長さがですね約1メーターの振り子で、振幅が約2秒で、往復をします。つまりですね振り子が、右左に触れるたびに、1秒取り出せるという利点があります。1秒という時間を基本に整理するとですね、その後の時間の計算が簡単になりますので、この時計ではロイヤルペンデュラムを利用しています。その1秒を取り出す仕組みとして、雁木車とかアンクルといった、部品を使った脱進機を、利用するんですけれども、この部分がですね、この機械式時計の肝でもあるので、また後ほど詳しく解説をいたします。この図面はですね、当初 CAD で、設計した時の、図面なんですけれども、正面からだけだとなんだかよくわからないので、横から見た断面図も添えています。この時計のざっくりした構造なんですけれども、歯車は全部で7個を使っています。各歯車にはですね番号を振っていますので、この番号順でそれぞれの歯車の役割を説明していきたいと思います。一般的に機械式時計では歯車を1番2番というふうな番号で呼ぶようなんですけれども、読み的にはですね1番車2番車というふうに車と呼んでいるようです。おそらく古くからは、江戸時代にも唐国人形などもあったんで、古風な呼び名が残っているんじゃないかなと思います。また1番車は動力を作り出す歯車なんですけれども、ゼンマイ式の時計などでは香箱車と呼ばれる場合もあるようです。この時計ではゼンマイを使わないので、分かりやすくですね1番車と呼ぶようにしております。では、まずその1番車から説明します。1番車はこの時計の動力を作り出す歯車になっています。その動力のエネルギー源は何かというとですね重力を利用しております。つまりですね1番車の歯車にですね重りをつけた紐を巻きつけて、その重りが重力で引っ張れることで紐がほどける力、これを歯車の回転力として利用しています。構造は至って、単純簡単なものなんですけれども、理屈で説明するとちょっと小難しい話になります。重りにはですね現状約1キロぐらいのセメントのようなもので作られた木片のオブジェを利用しています。完成するまでは、水を入れたペットボトルで重さを調整するのが良いかと思いますけれども、重さが確定すればですね、それに似合った重さの、何か重りをですね探すという形がよろしいかと思います。紐の巻き上げをですね、楽にするために、仕掛けがありましてですね、ワンウェイの爪をですね持った2層式のドラムと一体化しています。片方のドラムに紐を巻きつけて、もう片方には引き紐をですね逆方向に巻きつけておくと、そうするとですね引き紐を引き上げ、引っ張ればですね、重りのついた紐が巻き上がるという仕組みです。ただ引き紐は必須ではないので、現状は、取り外しております。紐を巻きつけるドラムの大きさもですね実は重要なポイントなんですけれども、それについてはまた後ほど説明をしたいと思います。この1番車はですね軸棒
が、フレームに固定されていて、ハグルとドラムが、その軸棒の上で回転する仕組みになっております。続きまして、2番車ですが、まず歯車の説明をしたいと思います。この時計ではですね、木製の強度や、工作のしやすさを考慮してですね、単純な三角形の歯車を利用しています。高精度の歯車は、刃の形状を、工夫しましてですね、力のかかり具合をできるだけ均一に、また滑らかに伝達ができるように刃の設計がされていますが、木材ではですね、高精度な加工も難しくってですね、高度な工作も非常に手間がかかるので、単純な三角形の構造をしています。その三角形の、刃を受け止める構造としてカナと呼ばれるですね、ピン状の棒を刺した、丸い歯車を使っています。このカナのピンの、隙間にですね、三角形の刃が組み合わせて、確実に回転力を伝えるという構造になっています。カナもですね、円状に加工してですね、穴を開けるだけなので、工作は比較的簡単です。で、多少ですね、誤差があってもですね、隙間に若干余裕を持たせているので、回転力は確実に伝わりやすいと思います。これらの歯車の組み合わせでこの時計は動くように設計をしております。小さい車のカナはピニオンと呼ばれることもありますけれども、この2番車では大きな歯車とカナが一体になったものになっています。で、1番車の歯車からですね、2番車の2番車のカナに回転力が伝わる仕組みなんですけれども、歯車はつながる歯車同士の刃の数ですねによって回転が減速したり増速がされますと。また力の関係もですね、同時に変化するので、歯車の回転トルクにも影響が出ますということで、原理的にはですね、歯車は掛け算や割り算の計算をしていると言えます。例えばですね、刃の数が30の歯車から刃の数が6個の歯車に回転を伝えたら、回転速度は5倍になるんですけども、回転トルクは5分の1に減りますと。こういった理屈で歯車は回転を伝えるということになります。この話はですね、また後ほど時間の計算をするというところで詳しく説明したいと思います。で、2番車ではカナの部分で軸棒と接続されていますので、歯車とですね軸棒が一体になって回転しているのが特徴です。なのでフレームに対して軸棒がスムーズに回転する必要があります。この点について注意してください。3番車も中間的な力を伝える歯車なんですけれども、刃の数にはですね意味があります。刃の数の話はまた後ほど全体的に説明をしたいと思います。この3番車の軸棒はフレームに固定されていて、歯車が回転する仕組みです。次の雁木車という歯車は特殊な形をした歯車で、脱進機とも呼ばれる特別な機能を持った歯車になります。脱進機とは字のごとく歯車の回転を止めたり回したりする仕組みです。雁木車の刃は斜めに傾いた形状になっています。この斜めの角度にも実は意味があります。脱進機を構成しているもう一つの部品がアンカーと呼ばれる雁木車の上についている山形の爪ですけれども、これは左右ですね非対称の構造になっています。この爪と雁木車の歯車が噛み合うことで脱進機として機能します。
さらにアンカーからですね、振り子に力を伝える松葉杖と呼ばれる支柱がつながっておるんですけども、この支柱に取り付けられているフォークと言われる爪がですね、振り子の支柱に接続されていまして、これでアンカーから振り子までの力が伝わる、あるいは逆に振り子からアンカーに力が伝わるというふうな構造になっています。なんともややこしい構造にはなっております。簡単には振り子がですね、左右に触れることで雁木車の動きを止めたり回したりしています。つまり2秒周期のですね、ロイヤルペンデュラムでですね、左右に揺れる1秒間隔のタイミングでハグルを馬を止めたり回したりしているわけです。これがこの機械が時計として機能する理由になります。あとはこの1秒の間隔を掛け算や割り算をすればですね、60秒が1分、60分が1時間といった計算ができて、時間が求められるということになります。脱進機の大まかな構造は以上なんですけども、難しいのは実はここからです。振り子はですね、そのままだと摩擦ですぐに止まってしまいますよね。しかし時計の振り子はですね、止まることなく動き続けております。そのためにはですね、実はブランコと同じように、振り子を漕ぐための外部からの力が必要になります。その力はですね、雁木車とアンカーの形状に理由が訳があるんですけれども、振り子の運動はですね、非常に微細な微妙なエネルギーの伝達をしておりまして、これを、繰り返し、伝えることで、動き続けると、そういった、細かな、話になっております。下の図面をよくご覧いただきたいのですけれども、雁木車の構造とアンカーの位置関係に注意してください。ですね、ややこしいんですけれども、動き始めた振り子はある時点でアンカーに力を伝えてアンカーを動かします。動き出したアンカーはですね、ある時点で雁木車の歯車から外れます。止めがなくなるとですね、雁木車は直ちに一番車からの力で回転を始めようとします。この時にですね、雁木車は外れたアンカーをある時点まで押し動かします。動かされたそのアンカーはですね、その力をですね、振り子に伝えて、振り子が若干加速されるということになります。次の瞬間ですね、アンカーに雁木車が衝突しますので、また雁木車がですね、止まるということになります。これらの運動を繰り返すことで、振り子は動き続けるということで、雁木車は1秒間隔で回転を続けるということになります。この説明だけではよくわからないかもしれませんが、振り子がですね、左右に触れてアンカーを動かして、振り子が左右に、触れたときはですね、アンカーが雁木車を止めると。で、振り子が真下に戻ってくるときにですね、アンカーの爪が外れて、雁木車が回転しますので、その瞬間にほんの少しだけアンカーの爪をですね、雁木車が押すことになります。その力がですね、振り子に伝わって振り子が加速されるという仕組みなんですけどもね。本当に小さな力の伝達なんで、なかなか観察しててもですね、難しいところになります。この動きについてはですね、実際に体験してみないとピンとこないかもしれません。動画の中でもアンカーの部分を拡大しているところがあるので、よく観察してみてください。
理屈が分かってもですね、工作はまた別問題で、私もこの部分の工作は何回も作り直しをしました。工作のサイズにもよりますけれども、このサイズの雁木車でももう工作精度はコンマ何ミリの精度が必要になってくるかと思います。脱震機を大きく作ればですね、それだけ精度が低くても機能しますので、工作は楽になるんですけれども、でもその大きく作ればですね、それだけ今度は動かすためのエネルギーもたくさん必要になってくるということで、時計全体の構造を見直す必要が出てくるかと思います。この辺の力のバランスを取るのがですね、時計作りの難しいところじゃないかなと思います。おそらく木工時計を作る場合はですね、この部分が最大の難所になると思います。諦めず調整続けているとですね、勘どころっていうのがありますので、これが徐々に理解できてくるんじゃないかなと思います。単なる歯車の機械がですね、時計として機能するのはこの脱震機の機能のおかげだということですね。まさに脱震機は時計の鼓動を作り出す心臓部と言っても過言ではないと思います。さて、動力の1番車から雁木車、アンカー、振り子までの一連の動きが分かったところで、残りの4番車、5番車、6番車は何をしているのかということなんですけども、脱震機で作り出した1秒の間隔からですね、60秒が1分、60分が1時間といったような計算をしてですね、時計の単針と長針の位置を計算する歯車になっております。しかしですね、この時計には現在単針とか長針は取り付けておりません。出力は作っているので、針をつければいいだけなんですけども、あえてポリシーとして針はつけてはおりません。この辺はデザインだけではなくて、あくまでもこだわりです。針がなくてもですね、時計が動き続けている限り、各歯車の角度で時間はきちっと計測されているという理由というかこだわりになります。では、歯車の数の関係をですね整理するとどうなるかというと、この図をちょっとご覧ください。左側にはですね1番車、2番車、3番車、それから雁木車とアンカーから振り子へ伝わる表裏をなっております。で右側はですね4番車、5番車、6番車と表現しております。で、時計の構造としてはですね4番車と6番車は同じ軸棒に乗っているんですけれども、図で分かりやすく6番車は別にして表現をしております。各歯車の数字なんですけども、これは歯の数を表しております。同じ色がついているものはですね一つの歯車となっております。例外はですね2番車と4番車が、同じ黄色になっておりますけども、間にグレーのフレームを挟んでおるんで、この2つの歯車は実は1つの軸で結合されて動いております。また、この軸はですね実は分身の出力になっております。で、4番車、5番車、6番車はそれぞれ割り算をしましてですね、で6番車が12時間で1周する、時針、時間を表す針ですね、単針の方ですけども、それを表しているということになります。それぞれ1周何分か、表の中で、示しておりますので、ここで一旦動画を止めてですね、ご自身で各歯車の数をですね計算して確かめていただいてもよろしいかと思います。雁木車の数がですね37はですね振り子が2秒周期のためです。よく勘違いをする場合が多いかと思いますけれども、60ではなくあくまでも30だということで注意してください。
もう一つですね、一番車のドラムなんですけれども、設計ではですね、直径4センチの円盤に重りの紐を巻きつけるようになっております。そうなるとですね、一巻きで約12センチほどの紐がほどけることになります。で、一番車はですね、5時間で1周するので、24時間もし動作させたとするとですね、約60センチほど重りが下がる計算になります。重りの形状や時計を設置する高さによって調整が必要にはなってくるかと思います。またドラムのサイズなんですけれども、歯車を回転させるトルクとも関係するので、本来はもう少し大きな径のドラムの方が有利だと思います。この辺は時計の歯車全体の摩擦と、トルクの関係で試行錯誤が必要なところじゃないかと思います。使用する部材の性質にもよって大きく違ってきますので、全体的な調整をですね、していく必要があるんじゃないかと思います。できるだけですね、軽い重りでスムーズに回転することを目指す調整になるかと思います。時計の歯車は単純に回転力を伝えるだけではなくて、時間を刻む仕組みとして計算機の仕組みも兼ねています。つまりですね、時計の歯車は機械式の、計算機であるとも言えます。もっと飛躍していってしまえばですね、時計は機械式の時間を計算するコンピューターだと言えるかもしれません。各歯車の数はですね、掛け算や割り算の計算式のプログラムになるわけです。そう考えるとですね、時計の面白さも広がってくるんじゃないかなと思います。実際に、電子式の計算機が開発される前はですね、手回し式の機械式の計算機がありました。タイガー計算機なんかは、有名だったと思います。歯車を組み合わせて加算したり減算したり掛け算割り算といった指則計算ができました。時計にもですね、万年カレンダーの機能を持った時計とか、鳩時計のようなからくり時計とか、時報の鳴り物までですね、機械式時計でもいろいろな仕掛けが作られております。そういった仕掛けにチャレンジするのも楽しいんじゃないかなと思います。もちろん時計のデザインは一般的な12時間製の時計にこだわる必要もないので、様々なデザインが考えられると思います。現在もたくさんの時計が、発売され続けていますけども、時計のデザインは無限に、制作できるので、新しいデザインを、作り続ける楽しみもあるんじゃないかなと思います。ただしですね、大前提としてですね、木製の時計っていうのはですね、素材がですね、木製の品質が一定ではないので、素材精度を追求することは難しいと思います。なので、正確な時間を刻む時計ではなくて、あくまでも手工芸品的なもので、実用性を追求するものではないんじゃないかなとも思います。ただ工作の精度を高めて、入念に調整をすればですね、日差数秒程度まで調整は可能だと思います。ただしこの時計に限っては全ての部品を木材で作っているので、動作環境によっては湿度や温度の変化によって時計の動作にかなり影響が出ます。特に湿気が多くなると、全体的に動作が重くなりますし、乾燥してもですね、歯車の動きに差が出ます。軸棒がですね、木製を使っているので、特に湿気を吸って膨張したり乾燥したり、するので、動作の違いが出やすいということになります。なので、本来機械式の時計では軸系にですね、人工ルビーとか、使っているものも多いと思いますけれども、できるだけ抵抗をなくす工夫がされておりますけれども、この時計はですね、やってはダメなことをたくさんやってしまっているので、時間の精度を追求するのは非常に難しいと思います。
夏場にですね調整した時計はですね冬場でも正確に動くかとは、限りません。とにかく、一日中止まらなくて、動き続けるところがまず第一の目標で、その後でですね、精度を高める調整を楽しむのが良いんじゃないかなと思います。おそらく、完成してもずっと動かし続けることはしないかもしれません。フレームも、木材ですから常に力が、かかり続けると、素材によっては変形したりする場合もあるので、動作させない場合は、重りを下ろしておくことをお勧めします。普段は、壁にかけたオブジェとして、気が向いたらですね重りをつけて動作させて、振り子の動作音を楽しむといったようなものがいいのじゃないかなと思います。歯車の基本的な位置関係は設計そのままにしてですね、軸の位置をずらすことで、フレームのデザインを変更することもできます。また一番車などは、時間の計算には、関係はありませんので、別のサイズに変更してデザインを変えるというのも楽しいと思います。ただしですね工作するツールとして糸の小判とボール盤は最低限必要じゃないかなと思います。ある程度の工作精度は必要になってくるんで、全ての加工をですね手作業だけで行うのは大変だと思います。また最近はですね 3D プリンターやレーザー加工機が手頃な価格で購入できるようになっておりますので、そういったツールでオリジナルの時計を作るのも面白いかと思います。ただこの時計のような厚みのある、木材の加工になってくるとですね個人向けの、レーザー加工機ではちょっと難しいかもしれません。手間はかかりますけれども手作業で、工作した、ものについてはやっぱり趣もあってですね、味があるんじゃないかなと思います。この時計はですね、20年ほど前に、設計制作したものですけれども、当時はちょっと雑誌にも取り上げていただけられて、設計書の配布なども行っていました。現在もベースで PDF ファイルの形式で配布してますので、興味のある方はこの動画の説明欄のリンクから、ご覧ください。もしこの時計を気に入っていただけたら、いいねボタンもよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。最後にもう一度、時計の動作動画をご覧いただけたらと思います。木工時計でまったりした時間を楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございました。